ハローベルワン、皆さんこんにちは。今日はですね、書道における縦線の書き方をご紹介していきます。前回の動画でですね、横線の書き方という動画をアップしました。今回はその縦線バージョンですね。前回の動画まだ見てないという方はそちらもぜひチェックしてみてください。はい、ということで早速本題なんですが、縦線を書く上で大切になってくるポイントが2つあります。まず1つ目は筆の向きが斜め45度ということです。これは横線でも同じなんですが、縦線でも筆の向きは斜め45度にして、そして終わりまで斜め45度を保つということが、1つ目のポイントです。正確に測る必要はないですが、だいたい斜め45度くらいを保つように、イメージしてみてください。そして2点目です。2点目は手首を使わないということです。こんな感じで手首を使って書いてしまうとすごく不安定な線になってしまいます。手首は固定したまま、肘を動かすようなイメージで書いてみると、うまくいくと思います。多分書いているところを見せた方がですね、イメージがつきやすいと思うので、ここからは実際に、書きながら丁寧に解説していきたいと思います。はい、縦線のポイント1つ目、筆の向きは斜め45度ということについて解説していきます。これが筆の向きまっすぐで、これが真横です。このちょうど間、ここが筆の向き45度、正しい筆の角度になります。こうでもなく、こうでもなく、このちょうど間ですね。ここです。この角度で筆を始める。これが正しい筆の角度になります。そしてこのままこの角度を保ったままですね、下にスーッと下ろしてきて、そして止める。これが正しい縦線の書き方になります。それでは何本か縦線を書いていくんですが、注意点としてはですね、斜め45度で入ってそのままの角度を保つということで、よくやってしまいがちな、ダメな例というのが、最初はこの角度で入るんですが、そこから筆の向きが縦になってしまう。これがよくやってしまいがちなんですね。もちろんこういう書き方もあるんですが、一応今回はですね、基本的な縦線の書き方ということでお話ししているので、筆の向き斜め45度を保つようにしてください。では筆の向きに注意しながら何度か書いていきます。正しい筆の向きで書けている時は、最後終わりの部分がですね、こういう形になります。逆に筆が真上に向いてしまうと、最後こういう形になってしまいます。なので最後終わりの部分を見てですね、ちゃんと、この角度で書けているかというのを、確認しながら書いてください。
こうですね。はい、では続いて2つ目のポイント、手首を使わないについて解説していきます。まず手首を使って書くっていうのはこうやって、手首を動かして書くことだと、先ほど説明しました。では実際に手首を使って書くとどうなるのか、やってみたいと思います。これが、ダメな例ですね。手首を使って縦線を書いていきます。はい、これがダメなパターンでした。続いてではいい例ですね。手首を使わずに書いてみます。このようになりました。はい、2つの線を見比べると分かると思うんですが、このダメなパターンの方はですね、下の方がスッとかすれてしまっています。線も、しっかりまっすぐではなくてちょっと傾いたような感じになってますよね。これは手首を使って書くとこうなってしまいます。一方で、手首を使わずに書いたいいパターンの方はですね、しっかり安定して、書けています。また先ほど、紹介したポイントの一つ目だった筆の向きが45度ということについても、手首を使って書くとですね、45度っていうのが保てずに筆がまっすぐになって書いています。一方でこのいい方、手首を使わずに書いた方はしっかり最後までですね、斜め45度を保って書くことができています。この線だけを見てもそれがわかると思います。はい、では手首を使わずに書くってじゃあどうすればいいのということですが、手首は固定します。手首は動かしません。代わりに動かすイメージを持つのはですね、この、肘になります。肘を支点に、このように動かしていく。この時手首は動かしません。では正しい書き方で何度か書いていきます。手首は動かさずそのまま下ろしてくる。こうですね。手首で書いてしまうと不安定な線になってしまいますので、このようにですね、まっすぐ下ろしていきます。はい、それではこの縦線を使ってどんな漢字が書けるのか、いくつかご紹介していきます。正しいという漢字です。口です。目です。はい、
こんな感じですね。ではもう一度いい縦線を何本か書いていきます。45度で入り、45度で終わる。そして手首は動かさないということですね。この時もう一つ、注意していただきたいのが、あんまりゆっくり書きすぎないっていうことなんですね。ゆっくり書きすぎるとちょっとフラフラしてしまいがちなので、できるだけ速すぎてもダメなんですが、これぐらいの速度でスッと書くようにしてみてください。はい、でですね、最後にもう一つだけお伝えしたいのが、これが正解ではないよということなんですね。もっと正しく言うと、これだけが正解というわけではないです。縦線って、例えばこういうのとかこういうのとか、こういう書き方もあるんですね。これはその時々によって、どういった雰囲気の字を書きたいとか、場面によって、これだったりこれだったり使い分けたりするので、正解が一つというわけではないんですね。ですので今日ご紹介した、この書き方っていうのは、いくつもある縦線の書き方のうちのあくまで一つに過ぎないということを、覚えておいてください。はい、というわけで、縦線の解説は以上になります。縦線もですね、横線同様、すごく書道の中では基本的な線になりまして、すごくよく使う、技術なのでマスターしていただければいいかなと思います。ちょっと1回でよく分かんなかったよという方はですね、繰り返し見て、そして見ながら練習していただくと、より身になるんじゃないかなと思います。はい、ということで僕のチャンネルでは今後もですね、書道に関する情報だったり、日本でのライフスタイルみたいなものも発信していこうと思っていますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。ではまた。